この地に眠るは誇り、宿ってしかるは最強。トレーニングに付き合ってくれてありがとう。あなたも忙しかったでしょう。デュラメンテ。デュラメンテさんってあのうちの子だよね。レースだけじゃなくてスポーツ界全体に関わる伝説のさ。おばあ様もそのまたひいおじい様も俺ですらわかるアスリートだ。あの一族は関わった競技で必ず歴史の転換点を作る。おじい様とは競技が違えど、その孫なら脚力は格別のはずよ。きっとレース界を牽引する存在になる。姿勢も綺麗でお母様やおばあ様のようだ。あの二人も素晴らしい走りだった。そう、あの子は血の結晶。距離は3ハロン、600メートルのみの並走。間違いないでしょうか？ええ、本気でお願い。準備は済んだわ。覚悟もね。打ち負かされちゃった。距離が伸びれば結果は分かりません。トップスピードに乗った後、あなたは一切緩まなかった。その肺活量と筋力は武器。私も見習いたい。素でそれってずるいな。ありがとね、時間取ってくれて。こちらこそ。機会があればまた。あなたは？テーピングと柔軟は必要だが、足を痛めてはいない。それにこの時期に無茶などしない。これは予防だ。私は足首が硬い。それは強みであり、怪我にもつながる諸刃の剣。家のスポーツトレーナーにもそう注意された。他に何か？それでは。すまないが、今はスカウトは断っている。間もなく選抜レースがある。本格化を迎えた馬娘がトレーナーに能力を示す場だ。私の証明は選抜レースから始まる。最強。父や祖父が最強を求め歴史を変えたように、私はここで歴史を変える。全てを塗り替える。記録も認識も感情も。最強とは私であると。
選抜レース大注目の馬娘を破り新星が立ち上がった。1着はお父様から聞きました。ドゥラメンテさんの目標は世界最高峰のレース凱旋門賞での勝利だと。日本悲願の初制覇、それがもし達成できれば世界中の人々が驚きますよ。それは私の役目ではありません。勝利をもって驚かせるのは番狂わせの役割です。私が望むのは最強としての体感。今最強が降臨した。最強とは驚かれるものではない。他を圧倒すべきものです。ならばこの血を持つ私も同じく。さあ始まります。秋の選抜レース、馬娘たちが一斉にゲートへと向かいます。見せる、示す。ここから私はとんでもねえな。武者震いで空気までが震えてら。なんて素晴らしいの。終わり次第一番にスカウトしてみせるんだから。さあレースに出走する馬娘たちがゲートに入ります。そして一斉にした。おっとドゥラメンテ、立ち上がりが遅れた。後方からのスタートとなりました。出遅れ。でもこんなハンデないも同然よ。彼女は能力さえ出し切れれば。大外から一気に、なんて爆発力だ。このまま追いつくことも。だが先頭は譲れない。逃げるビッター、そのまま駆け抜け1着でゴールイン。くそ。デュラメンテ惜しかったわね。でもぜひうちのチームに。感謝します。しかしこの結果ではお受けできません。これは随分自分に厳しい子だ。裏返せばプライドと闘争心の制御ができていないとも見えるが。そこがいいのよ。闘争心なんてすぐ折り合いつくわ。今回は空回っちゃったけど、経験を重ねれば自然と。いや、敗北の原因はそれだけじゃないね。彼女足首に関する噂があったろ。実はまだ足への負担をかけらんねえとかさ。待っていたよ、ドゥラ。選抜レースはどうだった？担当トレーナーは誰になった？勝利の裏にも反省はある。デビュー戦までに。私は選抜レースで2着でした。そのため次回の選抜レースに出走登録する予定です。そうか。ならしばらくはトレーニングが優先だな。お時間を縫っていただいたのにこのような報告を。申し訳ございません。謝る必要はないさ。だが今週末のダンスパーティーは欠席にしておこう。余計なストレスは成長の妨げになる。いえ、参加を。本格化を果たしたのに欠席などありえません。パーティーでは名家の皆様や URA の方々へ顔見せをする。母さんたちもこなしてきたことです。
確かにあの場はお披露目に等しい。特にダンスタイムはその年に本格化を迎えた名家の子全員が参加することになっている。ええ、あのダンスは当代の馬娘たちによる時代を担う宣言ならば、その先頭に立ってこそドゥラメンテのはずです。分かった。だがお前が達成したいことはおろそかにするなよ。はい。ああ、すまない。今日はここまでだ。当日のお前のエスコート役にもよろしく伝えておいてくれ。またな。はい。父さんのご健勝もお祈りしております。当日のエスコート役。君は。いや、頼みたいことがある。君はダンスができるか？肩ごと持ち上げずに肘を上げて。そう、それが基本の型だ。ああ、誘いを受けてくれたこと感謝する。大変ではない。できて当然のことだ。母も祖母も段取り一つこぼさず参加者としての務めを立派に果たした。それに君は私の父や祖父を見たことがあるか？踏み入れただけで生まれる熱。競技場にいる人が想像するんだ。彼の挑戦が導く栄光を。そして叫ぶ。我先にと轟く声が国境を越えて期待する。頂に立つのは彼しか考えられないと。父たちだけではない。人々が最強と奉る者はスピード、スタミナ、精神力を有していて、何より完璧で最強なんだ。今年のダンスタイムも華やかだわ。本格化を果たしたのは里のクラウンさんにドゥラメンテさんもよね。行こう。手を。失礼。待て。違う。私はあの一族の功績は計り知れないわ。スポーツ界のどこを見ても顔がいるんだもの。そしてあの子もそうなる一人。ええ、やっとここの番が来たんです。あの一族の結晶が今度はレース界の歴史を変える。完璧で最強なんだ。
問題ない。私はどうしたドゥーラ、体調が悪いのか？父さん。あなたは？お前誰を前にしてそんなことを。ええ、私も若い頃はよく足がすくんだ。父さん。ドゥラとあなたも少しばかりお時間をよろしいですか？お見せしたいものがあります。大丈夫、問題ないさ。お前は誰よりも努力してきた。だから震える必要なんて。分かっています、コーチ。でも俺はっきりと感じたんです。誰よりも俺は経験不足でもう何も分からなくて。父さん、今見せてくれた映像は？ドゥーラ、お前が私たちを尊敬してくれているのは身をもって分かっている。そして私たちのように最強を目指そうとしてくれているのだがね、君が尊敬している私たちも馬娘も最初から最強と呼ばれていたわけじゃない。時に準備を怠り、時に弱点を突かれ、時に大いに緊張して徐々に強くなっていったんだ。最初は完璧じゃなくていい。むしろ不完全な部分があるのならさらけ出していけ。その方が指導側も助かるというものだ。ですよね、トレーナーさん。弱い部分が見えたらそこから対策を練れる。な、いいんだ。だからそうしていいんだよ、ドゥラ。おや、もうこんな時間か。なあドゥラ、なぜ君は彼をダンスのエスコート役に選んだ？それは直前まで忘れていて助け舟を出されたからかな。なぜ？お前のことだ。パーティーで完璧に踊らないと自分の練習ばかりで頭がいっぱいになっていたんだろ。私もずっと頭がいっぱいだった。お前にどう伝えれば父として良い助言を渡せるのかと。父さん。助け舟をもらうところまで同じとは。君は私の娘で私は君の父なんだな。送るのはここまででいい。今日は君がいて助かった。ああ、トレーナー、父が褒めていた君のことを。礼を言うのはこちらの方だ。父は言っていた。君のような存在はそういるものではないと。私は次回の選抜レースで走る予定だった。選抜でも1着を取った上でデビューするのが妥当だと思っていたから。だが今はそれを撤回してでも私は君に担当トレーナーになってほしいと思っている。君の助けをまた借りたい。いい。私は不完全な私に手を差し伸べてくれた君とトゥインクルシリーズをかけたい。なんでデュラメンテが新人と？前回の選抜レースではそんな雰囲気一切なかったじゃない。その理由はこれから開催される模擬レースでわかるんじゃない？あの子が今後どうなるかも。
あなたが深呼吸なんて珍しい。緊張でもしているの？はい、少しばかり。けれどもう隠しません。さらけ出した方が強くなれると知ったので。それでは出走馬娘はゲートに入ってください。準備はいいですか？それではこのレースで人々を測るだろう。ドゥラメンテの力量を、最強の血を継ぐ私の強さを、汗が出る、顔が歪む、心臓が鳴る。きっとみんなが知る、今は不完全な私だと。でもそれでも次の瞬間にはさらに私は強くなる。流行らずにスローだ。さすがだな、ドゥラメンテは。あの一族の結晶だけあって球技の才能まで抜きん出ている。ポジションはポイントガードにもかかわらず、あの得点率、もはやドゥラメンテの独占状だわ。やられてばっかりじゃいられな。うわ、すっごい立ち回り。これもう勝ち確でしょ。どこまで点差開いちゃうんだろう。よし、上がれ。パス出させるな。ここで止めろ。まさかあの距離から撃つの？リバウンド。あれ、外した？まあまだリードしてるもんね。頑張れすまない。下がれ。取り返すぞ。さすがドゥラメンテさん。危なげなくといったところだな。個人スコアはどのくらいか。やはやいいものを見させてもらった。トレーナー見ていたのか。やはりどうしても緊張してしまう。そのせいで情けないミスもした。そうだな。ああ、いたいた。探しましたよ、ドゥラメンテさん。密着取材の記者の方だ。この後インタビューを受ける。家を通してオファーされたものだから君は気にしなくていい。では。先ほどの試合でも縦横無尽のご活躍で、ただ惜しい場面もいくつかありましたね。心の弱さが招いた結果です。この経験を生かし、一層精神を鍛えます。どのような状況でも泰然とあるために、最強を示すために。心身ともにますます強くなっていくと、いやいや、これからのご活躍に期待が膨らみますね。なぜここに君が？ああ、我が家が長らく愛用しているブランドだ。広告出演、商品開発の監修なども行っている。今回の新作もそうだ。ドゥラメンテさん、ご準備よろしいでしょうか？ああ、さすがドゥラメンテさんです。新作のスニーカーもよくお似合いで。
本日のトークも期待していますよ。名門一家のさまざまなこだわりやスポーツ理論などについてもいろいろお聞きしたいですし。ええ、本日はよろしくお願いします。好きにするといい。今回のハイテクスニーカーにはドゥラメンテさんご一家に開発から携わっていただきました。こだわりを伺っても？足への負担軽減に注力しました。緻密な設計の考案には特に時間をかけました。レース界で活躍されているドゥラメンテさんにとってやはり日常生活における足への負担は重要な課題ですよね。このスニーカーを普段から着用し足を気遣うことでレースでのパフォーマンスも違ってくるということでしょうか？ええ。走る者の足に最大限に寄り添ったスニーカーです。その商品性能は私がレースで証明します。おお、これは楽しみですね。ドゥラメンテさんのレースもその結果に伴っての売れ行きも。本日はありがとうございました。いや、ジムに行く。新しく導入されたマシンを試さなくては。あれだ、ハックスクワットマシン。使用感や効果を見極めようと。あれドゥラメンテじゃない？ここ利用してるって噂本当だったんだ。やっぱり今日は新しいマシンが目当てかな。慣れている。準備運動をしたらすぐにあれを試してくる。ドゥラメンテ、どんなパフォーマンスを見せるんだ？ダメだ。かえって体が硬くなって。ああ。あれ重量やばくね？どこまで上げちまうんだ？ねえ見てこ見てこ、普通のウマ娘とレベチなとこ見てみていい？止まった。いや、こちらの話だ。もう1セット行こう。はあ？まだ続けるの？パワーもスタミナも桁違いだよ。やっぱりドゥラメンテってすごい。ああ、適度にかかっているし使用感もいい。導入を検討する。なぜ？結局最後まで付き合わせたな。ああ、暖かいな。不思議な人だ。わ、すっごい綺麗なフォーム。砂場なのになんかこういうとこでもエリート感じるな。秋の初戦はどこを考えているのだろうな。何にせよどう仕上がっていくのか見ものだ。はあ？もう一本。
はあ、よし。あ、では向こうのラインから。お、ドゥラメンテタイム測ってよ。砂浜でも芝と変わらない安定感で走っちまうんだろうな。なんたってあのドゥラメンテだ。集中しろ。ゴールにいるトレーナーだけを見て。うわ、すごい加速。ここ砂浜でしょ。そうか。ではもう一本だ。10本。タイムは？ああ、この後は取材が1本入っている。父と共に受けた案件で近くの喫茶店に17時からだ。あと30分。トレーナー、急げるか？家を通してオファーされたものだから君は気にしなくていい。そうだ、家を通したオファーなのだからトレーナーは無関係で。いつからだ？いつから私はこの人に？いや、君は関係なかった。多忙であれば同行は不要だ。いや、そんなことはない。むしろすまない。無意識に君の動向を前提としてしまっていた。いつの間にかそれが当然のことだと。思えばブランドの新作発表会の時もジムで緊張する私をフォローしてくれた時も、先ほどのトレーニングでも、私は君に与えられる安心感に慣れきってしまっていたんだ。だからつい無意識で、それに今さら気がつくなどいささか寄りかかりすぎだな。すまない。そうか。では同行を頼みたい。ああ、落ち着くな。どんな静かな場所よりも、一人でいる時間よりも、何よりもこの人の隣にいることが私に安堵を与えてくれる。私を強くしてくれる。やはり不思議な人だ。